皆さんこんにちは。今日本は梅雨の真っ只中です。梅雨というのは梅という漢字プラス雨という漢字を書いて梅雨と読みます。また梅雨と読むこともあります。何かというと、春から夏へ季節が変わる時期に雨がよく降って晴れる日が少ない現象のことを言います。日本列島は南北、南と北に長いので、地方によって異なりますが、5月の終わりぐらいから7月の中旬ぐらいまで約1ヶ月半梅雨が続きます。梅雨に入ることを梅雨入り、梅雨が終わることを梅雨明けと言い、東京がある関東地方の平年のデータを見ると、6月7日頃に梅雨入り、7月19日頃に梅雨明けとなっています。ちなみに今年東京は6月8日に梅雨入りをしました。私が住んでいる関西地方は5月29日でした。梅雨の時期は曇りや雨の日が多く、蒸し暑い日が続きます。カラッと晴れないので、毎日ジメジメしてなんだかすっきりしない日が続くんです。日本は島国なので湿気が多いのは知っている人も多いと思いますが、この梅雨の時期の湿気、蒸し暑さは本当に不快です。雨が続き、洗濯してもなかなか外に干せないので、部屋干し洗剤や梅雨対策のさらっとした着心地の洋服などもこの時期はたくさん売り出されています。そんなこの時期にわざわざ日本へ旅行するのは正直おすすめしません。雨だけでも観光の邪魔になるのに不快指数も高いので、できれば避けた方がいいと思います。その上、今年は平年より早く台風も発生しているので、大雨プラス台風で各地で洪水や土砂崩れなども起きています。飛行機や列車などの交通機関もキャンセルになったりするので、旅行のプランを変更せざるを得なくなったりもします。それでもこの時期に旅行しなければならない人、この時期にしか休みが取れない人もいると思います。雨や台風などの自然現象は自然に任せるしかありませんが、少しでも快適に旅行するために気をつけた方がいいこともたくさんあります。私は髪がストレートではなくくせ毛なので、梅雨に入ると爆発して広がってしまうのがずっと悩みでした。日本に住んでいた時は梅雨前になると必ずストレートパーマや宿毛矯正をかけていました。実際にそういう人が多いみたいで、梅雨前になるとストレートパーマをかけに来る人が多いと美容師さんも言っていました。髪がストレートで量が少ない人、短い人は問題ないと思うんですが、そうじゃない人は髪を結ぶのをおすすめします。そして軽い折りたたみ傘や濡れても大丈夫なレインシューズ、レインコートなどがあればいいと思います。ヨーロッパの人たちは少しの雨だと傘をささない人が多いんですが、日本の梅雨の雨はかなりしつこいので、折りたたみの傘があった方がいいと思います。あと、ちょっと肌寒いなと感じる日もあるので、長袖の上着があった方がいいですが、湿度が高いので熱中症にも注意が必要です。熱中症って気温が高い時だけに起こるんではないんですよね。湿度が高いと汗が蒸発しにくくなって、体の中で作られた熱を外に逃すことができなくなるため、体の中に熱がこもりやすくなって体温が上がるそうなんです。だから風が通りやすい自然素材のゆったりとした洋服を着るとか、建物の中にいるときはクーラーを除湿モードにしたり、こまめに換気することも重要になります。気温が同じ30度でも湿度が 50% と 70% の場合を比べると、熱中症の危険度は湿度が 50% の場合は警戒レベルなのに対して、
湿度が 70% の場合は厳重警戒レベルだそうです。湿度が高いと熱中症の危険度が高まることがはっきりわかりますね。普段は気温ばかりチェックしがちですが、湿度をチェックすることも重要なんですね。でも実はそんな梅雨の時期に旅行するメリットもあるんです。それはハイシーズンに比べて人が少ない、旅費、宿泊費が安いということ。これはありがたいですよね。お寺や神社は雨が降っていた方が趣があっていいと思う人もいると思うし、美術館やお店などの建物の中だと雨はあまり関係ないですよね。また梅雨がない北海道や梅雨が早く明ける沖縄などを選ぶのもいいと思います。梅雨の時期に旅行するのはデメリットの方が多いと思いますが、メリットも利用して楽しい旅行にしてくださいね。私は早く梅雨が明けてくれるのが待ち遠しいです。今日も最後まで聞いてくれてどうもありがとうございました。それではまたね。